断捨離を取れることによって数字はどのくらい変わったんですか？年間4億ぐらいだったのが4億7千万ぐらい。やっぱり整理整頓っていうのはその従業員さんのその性格とか気分とか一切無視で、これはルールだからこうしろ。要するに自分のクリエイティビティは発揮できない、発揮できないってことですもんね。全く発揮しちゃダメですから。型通りにやってなさい。もうある日俺のディスクすらない時がありまして社長の机が実は一番邪魔だったんだはい、ご機嫌様です。断捨離の山下秀子です。そうですね、今日はね、なんとお金を増やす方法。ちょっとね、お金っていうと言い方があれですが、収益ですね、利上げと利益を上げるというお話をね、伺いたくて、お招きしているゲストがいらっしゃるんですね。本当に今日のお話は面白いので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ゲストの三森製作所の三森です。よろしくお願いします。はい、三森製作所の三森社長さんですね。なんだかここに座られて戸惑っていらっしゃいませんか？そうですね。一体何の話をするんだっていうところなんですが、いやとてもね驚くようなお話をね、断捨離を実践してくださって、まさにこう。まさに体現してくださったって言って、私もねとってもこの話をぜひ皆さんに聞いていただきたくてね、お招きした次第です。どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ではね、もうちょっと詳しいというか、簡単な自己紹介ですね。栃木県で金属加工をやってる小さな会社なんですが、主に自動車部品をメインとして活動させてもらってます。栃木県はですね、自動車航空産業が強くてですね、飛行機の部品も作ってますし、ホンダさんが、研究機関が栃木県にあるということで、F1 の部品なんかにもちょっと携わったりしてですね、そうなんですか。頑張ってはいる。でも東日本大震災の時にすごく、そうですね、ちょっとやっぱり直接影響を受けちゃいまして、その時もちょっと大変な思いをしたんですが、そうですか。そこから見事活動そうですね、活動を継続して、まだまだな会社なんですが、今断捨離を学びながら頑張ってます。仕事はたくさんあるのにお金がないみたいな、そういう状況に。そうですね、やっぱりどうしても試作金属加工と言われます、なんですかね、研究時に使う一品二品の試作部品が多いために、ちょっとちゃんとした人たちがいないとっていうんですかね、しっかりとした職人さんがいないと製造がうまくできないようななんですか分野っていうかジャンルでございまして、特殊な分野であるんですね。試作ってすごいことです。開発に携わるってことですもんね。だからもう毎日違う業務をみんなでやっていくみたいな感じなんで、結構その職人さんのクオリティがそのまんま製品のクオリティプラス売り上げになってきちゃうみたいなところがございまして、その時に仕事が大変な状況の時に、まずリストラを考え、そうですね、やっぱりそうですね、思うように売り上げが上がらないと、やっぱりどうしても経費を下げざるを得ないっていう状況の中、まさに人に言っちゃうんですよね、最初にね。そうなんですよね。で実はそうじゃないよってお話ですよね。そうですね、どうしても20人弱の会社でやってますんで、どうしても家族的な経営になっているっていうか、今もそうなんですけど、どうしても従業員を家族と考えて、どっちかというと自分を経営したいっていうタイプの人間でしたんで、なかなかじゃあ人に辞めてもらって経費を落とすっていうことに対してはすごく抵抗感がありましたね。そんな時に断捨離にそうですよ、たまたまそうですね、たまたまです。あれなんですけど、たまたまちょっと会社がうまくいかない時にネットフリックスっていう有名な会社の経営者の本を読むタイミングがございまして、それを読んでる時にですね、ネットフリックスの創業者の方が、自分のそのネットフリックスがまだまだうまくいってない時にですね、やっぱりちょっと経営が厳しくなっちゃって、従業員さんを半分ぐらい辞めてもらうタイミングになっちゃった時に、やっぱその辞めてもらう時はすごく心配だったみたいなんですね。辞めてもらうことによって残った従業員さんもそうですし、なかなか会社がうまく立ち回っていかないんじゃないかっていう心配があったみたいなんですけど、思い切ってそういうことをやっていくことによって残った従業員さんが輝き出して、
まあ簡単に言うと勝手に会社がその後だんだん良くなっていくみたいなことが起こったっていう本を読んだんですね。で、そうか、ある意味リストラをこう正当化することを探してたみたいな。あ、まあそうですね。で、その時たまたま山下さんの断捨離のことも結構本読んだりしてて、これ山下さんって言ってること同じじゃねえと思ったんですよ。で、やっぱりネットフリックスはやっぱどうしてもアメリカの会社なんで、そういう雇用解雇っていうことに対してはやっぱり社会的にもう認められてる権利なんですよね。なんですが、これを日本の山奥の中小企業がやると、まあ変な話、町の噂になったりして近所的にも良くないし、やれそうにないなと思ってて。なかなかこういうことはできないよねと思ってる中、まあ、山下さんの断捨離っていうのを、まあ、ちょっと本で読んだりしてる時に、これが日本版ネットフリックスのやり方だと思ったんですよね。そうですか。それでたまたま親戚の永山まなみちゃんが断捨離トレーナーだったってこともございまして、一回永山まなみちゃんにちょっと相談して。これは多分日本の中小企業に対してものすごく役に立つなんですかね、理念だっていうことを偉そうに言ってですね、一緒に企業版断捨離をやれないかなっていうことを言ってたのが断捨離の始まりと、自分が会社を再生させることに対する一種のアイディアだったんですけど、人を断捨離する前にまず工場内っていうかな、その作業所の断捨離を行ってとりあえずやってみようかみたいな、そんな流れになったんですね。で、実際そのね、工場内っていうか作業所を見て確認してみると、どんなありそうでした？ばらついてるものが多いですし、不要なものが多いと思ったんですよ。やっぱり町工場あるあるなんですけど、どうしても物を捨てられない環境なんですよね。どんなことにも対応できるように過剰になんていうんですかね、道具は揃えとくっていうよくあるパターンなんですよね。それによってやっぱり利益が出ない。で利益が出ないから従業員さんにも還元できずに従業員さんのモチベーションも下がっていく。これが今の日本の町工場のもう現状っていうんですかね、現実だと思うんですよね。まずね、工具を入れる引き出しもない、あったとしてもパンパンに入ってるっていう、そういうことですよね。でやっぱり職人さんは多分どの業界の職人さんもそうだと思うんですけど、やっぱり道具を大切にするは大切にすると思うんですけど、やっぱ自分で加工って人に貸そうとしないっていうのと共有そうなんだ。そうですね、共有しようとしない。自分のものをそうなんですよね。工房筆を選ぶぞみたいな。そうなんですよ。あとなんかそれをもう大量に持ってたいんですよね。道具を持ってたい。そういうのがやっぱりうちも強くて、作る部品の単価に見合ってないような工具を買ってきちゃうみたいな。でいいものは作ってんだけど儲かってないよねみたいな。でもやっぱり職人さんって利益度外視なところあるんで。そこがいいところでもあり、でも経営が成り立たなかったらね、職人さんの存在もね、危うくなっちゃうわけですもんね。じゃあ同じものをいくつも買ってたりしてたわけですか。で、いくつも買ってるんだけど、実際にいくつあるかも分からない、誰も分からないっていう。で持ってる方も分からなくなっちゃってるもんっていう。そうか。お家の中にもそういうことある。主婦もいくらでもそういうことしますよね。で、それをみんなでね。そうですね。共有できるようにっていうことですよね。そうしたらどういうこと起こりました？実際にそれをしてみたら断捨離をしてまとめたっていうことですよね。そうですね。まとめて見える化してみんなで共有するようになってっていうことをやっていくとですね、年間通して1000万近くその消耗品と呼ばれる工具代が1年で下がるって現象が起きまして、つまり毎月100万ずつ工具代に使ってたって。そうですよ。ことなんだ。もう全盛期は200万近く買ってる時もあって、今見てると。でも利益は上がってるわけじゃないんですよ。なんですけど、だからそれじゃ儲かんないよねっていう、簡単に言うと。一生懸命働いてもね、利益は出ませんねっていう、そんな体質に陥ってた。そうですね。実際ね、三森さんのところで断捨離を取り入れることによって数字はどのくらい変わったんですか？
数字で売り上げで言うとうちらの規模で年間7000万売り上げ上がったのに、経費は1000万下がったっていう現象を起こしまして、7000万上がったのに売り上げは上がったのにプラス7000万円で出てくもんは1000万下がって、なおかつ人件費も500万ぐらい下がったんですよね。というと1年で。1年で。だからそうすると行って帰ってと8000万とか9000万とか違ったみたいな。1億じゃないですか。そうなんですよ。もともとの規模はどのくらいだったんですか？年間4億ぐらいだったのが年間の売り上げが4億。そうですね。4億7000万ぐらいまで上がって、はい。そんなに構想したんですか？そうですね。やっぱりその気持ち的なものも結構大きいかなと思ってまして、うちもやっぱりどうしてもそういう経費を減らそうという努力はですね、断捨離を学ぶ前から当然ですけど、やってはいたんですけど、やっぱりなかなかそのなんていうんですかね、普通の整理整頓頑張ろうみたいな運動はやっぱり継続しないのとそうですね、どんどん社員のそのモチベーションがそれによって下がってって、逆に今思うと逆効果っていうところもあったんじゃないかなと思ってまして、自主的にですね物を大切にしようだったり、買わないようにしようってやっぱり本人たちが思うかどうかはやっぱりすごく重要。そうですね。うちの社長どんどん経費切り詰めてだんだんケチになってこんなところをやってられるかって思う方が先ですもんね。そうなんですよ。やっぱりどうしても日本の製造業の整理整頓運動っていうのは大手トヨタさんを筆頭にやっぱ改善運動って呼ばれるもう日本を代表する整理整頓運動がありまして、使ったものは元に戻して全てのものをビシッと整えていくことによってあれきついですよね。私思うんですよ。自由度が全然下がるんですよね。元の場所に戻すっていうことはとても大事でね、それは次に使うための準備ではあるんだけど、自然に誘われるように元に戻せるような、戻っていくような環境づくりの方が私は大事だし、その環境づくりによってもう自然に元に戻せる、なんていうか習慣化じゃなくて、自然化っていうのかな、自動化、自然化になるような環境づくり、システムづくりの方が私も大事だと思ってるんですよね。こうしなさい、しなさい、ここで必ず戻すんだ。しかも枠まで決めないと、そこに戻さないとなんて。そうなんですよね。そんなに枠に定まった通りにね、道具っていうものを使うわけじゃないから、それは声を大にしてね、申し上げたいですよね。なんでそういうことをやってるとどうしてもやっぱり仕事が面白くなくなってくるじゃないですか。そうするとやっぱり若い人たちの心がものづくりから離れていっちゃって、変な話お金のためだけにその職場にいるみたいな感じになっちゃうと、語弊を恐れず言うと日本人じゃない人たちでもいいよねってなっちゃうんですよ。だから今の日本のものづくりってものすごく外国の人が多くなっちゃってで若い人が全然やらない。やっぱり職人さんって自分は機械じゃないわけだしね、なんか作業いいんじゃないわけですよね。クリエイトしてるっていう意識が非常に欲しいわけじゃないですか。それを奪っちゃうんですよね。そうなんですよね。でもかといってやっぱりバラバラではダメだっていうことで、っていうことですね。それをやっぱり断捨離を学ぶことによってどっちも両立しちゃうみたいな。そうですね。結局どうしてもねものづくりには工具が必要だけど、それが全員でどこに何がどれくらいがあるかっていうのがみんなに共通な認識としているわけだから、もうそこであれば譲り合いも当然生まれてくるしね、しかも取り出しやすくしまいやすいっていうそのシステムになるわけですからね。これは効率が上がる。そうですね。ということですよね。なんか自然に効率が上がる。なんか効率最優先じゃなくて、断捨離やったら自然と効率もついてきたみたいな、そういうところですよね。やっぱり効率を追求しちゃうと、やっぱりどうしてもその従業員さんの思いとか、やっぱりアイディアっていうのをどうしても置いてかざるを得ないと思うんですよね。やっぱりそうじゃなくて、従業員さんのやっぱりアイディアだったり、その時の気分だったりをやっぱり反映できるような、片付けの仕方っていうんですかね。だから
よく言うやっぱりスペースを作っといて、その自由度を高めといて、そうスペースってね、余裕なんですよね。そうなんですよね。余白は余裕なんですよね。そうしたら心にも時間にももちろん余裕ができるし、心にも余裕ができてくるんですね。結局だからそういう意味で結果的に効率が良くなったから、結果的に効率が仕事は増やせたってことですか？そうですね。仕事もすごく物量も増やせるようになりまして、従業員さんが増えたってわけでもないんですよ。なおかつ一人一人がやっぱりやるなんていうんですかね、量が増えてったんですけど、それも勝手に増えてったみたいな。工具代っていうコストも下がったけど、時間というコストも下がってったっていうことですよね。金属加工の仕事って新たに獲得しようって難しいんですか？それはもういろんな業界で、いやいや全然難しいことじゃないと思いますね。やっぱり金属加工部品っていうのもありとあらゆるところに存在しますし、変な話、金属加工の部品ってのは腐らないんで、海外のメーカー相手にもやり取りがうちは栃木県のものすごい田舎にありますけど、海外のメーカーさんともやり取りができる。腐らないって強みですね。そうなんですよ。で、本当一つの鉄の塊を職人さんの技術だけで何万円何十万円にできるっていう業界ですんで、本当いい業界だなとは思うんですけど、腐らないから物は溜まっていくっていうそうですね。ことがあったのかな。そうなんだ。ものづくりっていうところに立ち返ると、確かに腐らないものかもしれないけど、新たなものっていうね、さっき試作っておっしゃったんで、そういう発注とかは。そうですね。やっぱり加工できる部品のレベルっていうんですかね、精度っていうんですか、それが上がってくるとやっぱりどうしてもハイレベルな部品を作りたいんだけど、地場で調達できないって困ってるメーカーさんたちが声かけてくれるようになってきまして、で一個一個の部品の単価っていうんですかね、付加価値が上がっていくことによって売り上げが、物流をこなしてるわけじゃないんですけど売り上げが上がっていく。だから日本のどうしても現状を考えると付加価値が高いものを作っていかないといけないだろうっていうことで、やっぱり付加価値ってやっぱりうちらで言うと精度なんですよね。部品の精度を極限まで上げる努力を、今でも全然まだまだ未熟ですけど、上げる努力をしていることによってハイレベルな業界ですかね。例えばロケット産業を含め今度やっぱりこれから宇宙の世界になっていくっていうことで、そっちの分野にも。じゃあ以前は付加価値の高い仕事を受けようにも受けられないっていうことですね。受けられないっていう状況にあったんですね。そこがもうそれこそもう逆回転スイッチが入ったぐらいですよね。でも職人さんっていうのはやっぱり技術職だから、それぞれ技術を磨いていく、高めていくっていうことに対しては、それが断捨離がどういうふうに作用したのかなっていうのをお伺いしたいなと思うんですけど。断捨離の考え方を学ばさせていただいて、社内をきれいにしておくことと、いらないものを常々排除していくことによって、従業員さんのモチベーションがアップしてるし、元気になっていくじゃないですか。明るくなっていくっていうか、それによって本当に勝手に技術は上がってっちゃうっていうか、生き生き働いてるんで上がってっちゃうじゃないですか、技術。上がってっちゃっておかしいですけど、やっぱ技術って生き生き働いてるから上がってくんだと思うんですよね。やっぱりやってることに対してワクワクしてないと、技術って絶対頭打ちになる。何でもそうだと思うんですけど、陶芸家でも何でもやっぱりやってて楽しいからもっともっとって思うんであって。わかりますね。今まではね、どこに何が分かんない状態だったし、それによって工場内のね雑然さがやっぱり意識っていうかね、気持ちも雑然とさせちゃうんですよね。だからそういうねクリアな環境になった時に、その気持ちもクリアになっていくっていうのかな。で思考も磨かれるってことは確かにありますよね。わかります。それからもう一つね、やっぱり私もいろいろな職場、もちろん家庭でもそうなんだけど、訪問すると特に仕事場だったら、主婦の場合はね
こんな汚い台所って思ってるから台所に立つ気にならないんですよ、ね。じゃあ外食みたいになっちゃうのと一緒で毎日毎日通う職場がこんな残念なありさまって言ったら、やっぱり自分の職場環境に誇りが持てないっていうことは、すなわち自分の仕事にも誇りが持てなくなっちゃうんですよね。それがどんどんね物が選び抜かれて、掃除もしやすくなる、で汚れもすぐ分かるから、じゃあ自分で掃除しようみたいな感じでどんどんきれいになっていくと、自分が自分たちの職場を自分たちの力できれいにしているんだっていう、その本当に単純なことがすごく仕事に誇りを持てるようになるんですよね。そうですね。そうか、それは良かったですね。そうやっぱり仕事って楽しくやりたいですよね。綺麗なところで楽しくやるっていう。そうするとおのずと技術を研ぎ澄ませていこうっていうね、空間自体も研ぎ澄まされてるから。いや本当そうだと思います。それをまさにどのくらいかかりました、その期間って。3年目なんですけど、早いですね。まだまだあれなんですけど、2年間はもうみっちりやってて、2年間はびっちりかかりましたね、期間としては。でその間はもう全然結果も出ないし、迷走状態っていうか、これ本当に正解なのかみたいな感じの時期もありましたし。じゃあその2年間はどうして耐えられたんですか？結果もなかなか出ない状態で。やっぱり進んでる方向間違ってないっていう確信がなんか自分にはありまして、やっぱりこれからのものづくりはもっと自由じゃないといけないと思ったし、もっと従業員がキラキラしたものでないといけないと思ってたんで。なるほどね。じゃあその自由度ってところは掴んで離さなかったんですね。で私も申し上げたいんですね。断捨離は捨てるためにあるわけでもなく、片付けをするためにあるではなくて、その自分の生活空間、居住空間の自由度を高めるためにやってるんですよね。結果的にだから不要なものは捨てるとっていうところになるんだけど、その自由度が高まるっていうのは確信してたから、断捨離を掴んで離さなかったっていうことなんですけど、その最初の2年間というか、最初ですね、最初の取っかかりの職人さんたちの反応はどうだったんですか？いやもうただのこれ片付けだよねみたいな雰囲気がそれはかなり続きまして、 5S でうんざりしてるからね、5S、3S でうんざりしてるから、また社長が整理整頓運動を始めたぐらいにしか思われなかったでしょうね、多分。そうなんだ。でもそれがどんな抵抗でした？やっぱり何かと理由つけて自分仕事忙しいからやりたくないみたいな、片付けなんかやってる暇ないぞと。そう断捨離って名前が変わっただけで一緒だぞみたいなね。そうですか。で皆さんも当然従業員は断捨離って言葉すら聞いたことないですからね、やる必要ないんじゃないみたいな反応がほとんどでしたけど、それがどうして受け入れられてきたんだろう。その社長が掴んで離さなかったっていうのももちろん大きいですが、目に見えて数字が良くなってきたっていうのは大きいと思いまして、やっぱりうち見える数字。そうですね、やっぱ会社やってるんで、20人弱でやってるんで、結構会社の内容は従業員に逐一報告する会みたいなのがあるんですけど、目に見えて良くなって聞こえるタイミングがあって、これやっぱ断捨離のおかげじゃねみたいななかなか風が吹けば桶屋が儲かるみたいななかなか結びつかなかったけれど、1年半ぐらいしてやっと結びついたみたいなのがありまして、その間はでも数字が変わってきた。そうですね、収益が出てきた。収益がもう全然変わってきましたし、結局でも根本的な違いって何なんでしょうね。ただの整理整頓と断捨離の違いの、三森社長はどういうふうにお考えになります？根本的にはその従業員さんの気持ちを無視すっかしないかっていうか、かなとは自分は思うんですよね。やっぱり整理整頓っていうのはその従業員さんのその性格とか、今の気分とか一切無視で、これはルールだからこうしろ、それを叩きつけるし、改善運動もうそうなんですけど、結局従業員は何にもしなかったらサボるっていうのが大前提にもう日本の製造業ってもう間違いなくあると思うんですよね。
従業員さんはしっかり何かルール付けしてないと必ずサボる。あ、そういう意識だからそういう 3S だの 5S だっていうルールを作って必ずこれはこの戻す手でこの時間からこの時間までは片付けの運動をして必ず全部確認するっていう。その要するに信頼してないっていうか、そう簡単に言うと、ってことですよね。簡単に言うと従業員はこう疑ってかかって手のに乗っかってくる運動なんで、でも断捨離ってやっぱり従業員さんの個性とかを第一優先で信頼した後にじゃあどうすんだっていう。だってご自身の選択決断だからね。あなたがどう思うの？あなたが必要なの？必要じゃないの？ふさわしいの？ふさわしくないの？心地よいの？心地よくないって、あなたの思考感性を高めてね、大切にしていく。尊重してるっていう。その日本のなんか 5S 運動のあれにやっぱりどうしても自分はまあずっともう15年に20年前ぐらいからちょっと疑問がありまして、やっぱこれやってると結局最後行き着くのは日本じゃなくていいよねっていう、日本でやってる必要ないよねっていう感覚になっていくよねと思っていたんですけど、やっぱり案の定どんどんものづくり日本から離れていっちゃって、結局会社の言うことさえ聞いてくれればまあ誰でもいいじゃないですけど、文句さえ言わなければもう誰でもいいわけですよね。それは悲しいですよね。それはやっぱり、こう進むべき未来じゃないし、どっかで破綻するんじゃないかなと思ってはいて、当然ながらその感じで突き進んでる限り若いやつらはものづくりなんかやろうとしないよねって当然ですけど。要するに自分のクリエイティビティを発揮できないってことですもんね。全く発揮しちゃダメですから。型通りにやってなさいっていうことですもんね。それはちょっと無理があるよな。だからそこが根本的に違いますよね。そう言ってくださると山下もとっても嬉しい。こんなふうに明確にこう実体験としてね、それをなんか証明してくれたとても嬉しいですね。それが2年間の間に紆余曲折もありながらもどんどんこう自由度が高まっていく、そしてお互いの尊重があるっていうところで好循環になっていたんですよね。そうかそうか。じゃあ職人さん自体はどんなふうにこう変わられたって自分たちの意思で物が片付けていいんだっていうことですよね。それは大きなことじゃないですか。自分たちのアイディアで物の場所を変えていいんだっていうか、だからあやくば捨てちゃっていいんだっていう。もう必要なければね、もうありがとうごめんなさいでお世話になりましたでちゃんと始末をつけていけばいいんですもんね。それはすごい大きなことで、普通工場勤務ではありえないわけですよね。会社のものを勝手に捨てていいわけないですから。自分たちのアイディアてか自分たちがこのアイディアで置き場所すら変えちゃうっていうか、それだってこの時はここじゃなくてこっちの方がいいっていうのは現場の職人さんが一番分かってることですしね。でやっぱりアイディアって生まれ始めると次から次へと出てくるんで、ここに置いたけどやっぱり次の週はこっちの方が良かったんじゃないかってみんななってこう動いていくじゃないですか。でもそれはそれで正解なんだと思うんですよ。断捨離はちゃんと余地があるからね、動かせる余地があるわけで、ここに入れなさいって言ったら肩まであったら動かす余地ないですもんね。でそうなるとやっぱり自分たちのアイディアがそのまんまなんていうんですかね、会社の経営っていうかやり方にもう直につながってるんだと思うとやっぱ楽しくなってくるんで、これはこっちの方がいい、これはこっちの方がいい、これはいいんないってなってくるともうどんどんアイディアが膨れ上がってって、勝手に良くなっていっちゃうっていうか、もうある日俺のディスクすらない時がありましてあれこれ俺机ねえぞと思ったら捨てられちゃったみたいな社長の机すらなくなるっていう。社長の机が実は一番邪魔だったんだ一番なんか上がばらついてたんで捨てましたみたいなそれもそれで OK かなって自分なんか思ってまして、だから一番いいのはやっぱりみんながこう考えてくれる。自分で考えるようになった。やっぱ会社にとってこれのがいいんじゃないか、あれのがいいんじゃないか。でもやっぱり個性があるんで、その各々の考え方ってやっぱどうしても違うじゃないですか。でも違ってて、やっ
ぱりやったけどこれ間違いだったもん OK だよねみたいな。そうね、やってみなきゃ分かんないし、やったからこそこれが失敗だったって分かるわけですもんね。だから山下さんにもおっしゃっていただきましたけど、捨ててもしダメだったら買い直せばいいじゃんっていうさいや俺も最近そう思ってまして、結構高級なのもあるんですよ。やっぱりうちらの道具って1個20万とか30万、そういうのも捨てて、もし欲しくなったら買えばいいんじゃないみたいな感じ。そうなんですね。なんかいつまでも引きずってね、高かったからってばっかりで使いもしないのに取っておくよりは、一旦手放して必要だったらまたその時に最適なものをチョイスするし、買える力ももうついてるぞうちにはみたいなね。でも結構そうなると買わないんですよね、やっぱりね。逆にね。不思議なもんで。なんかそういう雰囲気が出てきているっていうか。面白い。一番やっぱりみんなで考えてくれるってのがいいですよね。そうだね。それも考えろって言わなくても考えてるね。まさに自主自立の精神に満ちたもう職場になったって。そうですね。でもそれは多分社員さんのその家庭に戻っても家庭も多分そういうふうな雰囲気で改善してるんだろうなっていうので、やっぱ家庭も良くなると職場に来る気持ちも良くなってきて、で好循環が生まれてくるみたいな。なんだかいいことずくめ。いや、いいことずくめなんですけど。いや、本当にみたいな。そうですね。いや、本当に、でも本当いいことしかない。私もそう思いますよ。逆に言うと何かが詰まってていいことは一つもないってことは間違いないと思うんですよね。だから流れが詰まってていいことは一つもない。だからいらない工具でね、その空間が詰まってていいことないし、その作業の流れもそれで詰まってるとしたら、詰まってていいことは一つもない。だから詰まりを取り除くということがね、やっぱり流れを生んできてね、それがいいことにつながっていくんだなって思うんですけど、じゃあね、こんな好循環に入った、まあそれもいろいろね、まあ仕事ですからいろいろあるとしても、これからはどんなことやっていきたいっていう思いなんですか？ぜひ業界初年収従業員が1000万平均1000万の会社を作れたら、もう日本のものづくりに革命を起こせるかなと思ってまして、そうか、実際にその職人さんっていうのはそんなに高い給料ではないんですか？全国平均すると。多分日本のものづくりの現場の方々ってまだまだやっぱり低い給料で働いちゃってるんですよね。でも我慢強い人たち多いんで、それでも全く文句言わず一生懸命やってる人たちいっぱいいるんですよね。その人たちがやっぱりもうちょっと豊かになってくると、でやっぱりこれから育っていく若い人たちの憧れの的になっていくような業界になっていかないと、やっぱり日本ってどうしてもものづくり大国だと思ってますんで、資源もないですし人口も少ないですし、やっぱりものづくりで世界一になっていくんだっていうことを考えますとですね、やっぱりうちらみたいな工場勤務の人たちがやっぱり高収入で豊かな生活をしてる、で生き生きしてる、やっぱそういう状況を作っていかないと。お金ってエネルギーですもんね。お金はエネルギーですからね。エネルギーが不足したらね、走れないんですからね。そういう意味でそのね、コストがカットできて、しかも売り上げが上がって、時短もできて、そして収益が上がったのをこう従業員さんにどんどん還元できたら、いやこれこそ一番大きな好循環ですよね。もうそうか。本当三森さんのような町工場が元気であってこそですよね。そうですね。本当に日本の成り立ち考えますと、うちらみたいな町工場がやっぱり強いっていうか、本当に技術をみんなで高め合ってたからこそ日本のものづくりは世界一だったですし、それで日本の経済っていうのはここまで成り上がってきたっていうのはもう間違いない技術だと思うんですよね。もうこうそこを底辺を下支え底支えていったっていうね、誇りがそうですね。もっともっとまた取り戻してほしいですよね。いやそうですね。本当そうです。はい。やっぱり日本でものを作ってる大手さん、自動車産業を含め全てのメーカーさんに言えると思うんですけど、やっぱり開発を日本で担保しておくっていうのはやっぱり地場でいい部品を素早く調達できる。だから日本で開発して世界に売り込むっていうことができてたんですけど、
なかなかそれも今危うくなってきてまして、もう本当研究開発すら日本のメーカーが日本じゃないところでやるっていう、人もいないですし、その強いものづくりメーカーもいない。そうするともう本当日本のいいところが全くないみたいなイメージになりかねないと思うんですよね。やっぱりいろいろ不安、日本の電気の面、交通の面考えてもものづくりが強いっていうことが大手が日本にいる、唯一の、メリットっていうか、本当にそうだと思うので、そこが崩れちゃうとそもそも日本の大手メーカーすら日本にいる必要がないっていうか、いない方がいいってなっちゃう、これが本当に最悪の事態を招くと思いますね。売り上げを上げていくことがなんか私たちの今の社会って市場だけど、その中で地道なものづくりがあってこそっていうところにもっと目を向けてほしいなって思うのとね、私自身はやっぱりこの環境をいかにこうメンテナンスしていくかっていうことですよね。だから維持管理っていうのにもねすごく高い価値があるんだっていうこともね、みんなもっと気がついてほしいなって思うんですけど、そう思うとこうね、三森さんのところねがそれを実現し、さらにもっとさらにもっともっとって考えてくださるってそうですね、どうにかちょっと成功させて、ぜひ皆さんにねこう講義なりできるようにな立場にね、なったら世の中ちょっとでも良くなるかなと思ってはいるんですけど、じゃあもう今のね工場経営ものづくりの経営っていうところを飛び出してこう日本中にね、日本中にこの三森製作所のこの姿を見てくれっていう講演なんかできるといいですね。そうですね。そうか。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。断捨離事務局の LINE にご登録いただくと、片付けベタタイプ別診断テストを受けられます。あなたがどんなタイプかぜひチェックしてみてくださいね。こちらの LINE からコンテンツやお得な情報もお知らせさせていただきます。ぜひご活用ください。